こんにちは。クレヨンです。暑い日が終わったと思ったら、突然寒くなる日々ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ここまで急激な気温の変化だと、うかうかしている間に冬が来てしまいそうですね。そんな時は、秋を感じに行こう。ということで、もみじ狩りをメインに味わいつつ、グルメとキャンプも一緒に楽しんでいきます。今回やってきたのは福島県。この時期、紅葉が見頃の場所を調べると、福島県あたりが良さそうな気配でした。その中でも今までゆっくり回ったことのない福島県北部に狙いを定め、楽しんでいく計画です。まず最初に向かうのは道の駅土湯。ここの名物が朝食に良さそうなので、オープン時間目指して走行中です。道の駅土湯に到着しました。まずは景色を楽しみつつ、澄んだ空気でリフレッシュします。こちら側は遠くに山並みも見えて景色も楽しめますね。目的の品が売っている外の売店は開店前、まずはオープンしている店内を見ていきます。小さめの道の駅なのでこじんまりとした売店です。小さな店舗の割には種類豊富な野菜たちが並んでいますね。あけびが売っていました。子供の頃、山に自生していたものを食べた記憶があります。奥の食堂では、そばうどんからご飯もの、サイドメニューもそこそこの種類食べられそうです。うろうろしている間に、外の売店がオープンしました。お目当ては、三色肉団子とおやき。きのこ汁が美味しそうだったので合わせて注文しました。道の駅名物セットで朝食にします。外は寒かったので車内に戻ってきました。どれも美味しそうです。まずは伊達鶏を使った峠のおやきから。
はもっちりとした感じ、具も盛りだくさんです。伊達鶏と野菜がたっぷり入って甘辛い味付けが食欲を刺激し、もちもちの皮も美味しいです。続いて、きのこ汁。いろいろなきのこが入っていて、こちらも具だくさんです。種類はわかりませんが美味しいきのこ、歯触りも良いですね。きのこのエキスもたっぷり染み出しているので、スープも旨味爆発です。最後に、峠の三色肉団子。2025年10月から販売開始されたものらしく、福島の有名な3種類のお肉で作った団子とのこと。それぞれ特徴的な味わいのお肉で、ピンクの福島牛は牛肉のしっかりした味わい。白の伊達鶏はスパイスがしっかり効いた、パンチのある味。緑のエゴマ豚はあっさりではあるけど、豚の肉々しさを味わえる一品。三種三様それぞれ楽しむことができました。また、すべての生地には土湯名物のこんにゃくが練り込まれているらしく、なんとも珍しいふわふわの食感も楽しめる、とても印象に残る新名物でした。朝食からボリュームたっぷりの地元飯でお腹もいっぱいです。大満足で幸先の良いスタートになりました。続いて、車中飯とキャンプで使う食材を買うため、一度、山を降りて福島市街へ向かいます。この辺りの紅葉はこれからでしょうか。ところどころ色づいた木が並んでいますが、まだ緑色が目立つような気がします。この後進む先でどれくらい紅葉しているか、今からとても楽しみです。福島駅前に到着しました。こちらで入手するのは、味噌パンと、しみ天そして、円盤餃子です。まずは、駒田屋本舗で、味噌パンを購入します。バラ売りがあったので2つ購入します。続いてこの旗でしみ天を購入します。3種類を1つずつ購入しました。お隣でこれまた福島といえばの商品、酪王カフェオレを発見したのでこちらも購入します。新商品の紅茶オレも美味しそうだったので、合わせて手に取ってみました。最後は、こちらの円盤餃子、手類です。11時30分の開店直後に持ち帰りを注文し、30分後の焼き上がりに合わせて受け取りに来ました。福島駅前での買い物は予定通り完了。最後にご当地スーパーのヨークベニマルに立ち寄ります。
ちらでもお目当ての品を無事購入、予定の買い物を終え、続いての目的地に向け出発です。続いて向かうのは高湯温泉。ゆっくり温泉に浸かってのんびりしたいところですが、この日はその先にも進みたい予定があったので、残念ながら時間を使った温泉堪能は断念です。その代わり、足湯と景色を楽しみたいと思います。共同浴場のあったか湯に隣接しているあったか温泉公園に足湯があるので、あったか湯前の駐車場に入ってみたのですが、なんとこちらは高さ 2.3 メートル以上の車は駐車不可でした。第2、第3駐車場であれば止められますと教えてもらったので、少し下の方にある第3駐車場へ移動します。駐車場もすぐ分かって無事駐車完了。再度、坂を登って、あったか温泉公園を目指します。あったか湯の道向かいに薬師堂を見つけました。先にお参りしましょう。こちらが共同浴場のあったかの湯です。1回500円で入浴できます。ホームページによると、2003年4月開業の加水も加温もしない源泉かけ流し温泉で、すべて湯治場風の和風建物の露天風呂、木と岩の男女露天と貸し切りを備えているそうです。今度は時間をとって入りに行きたいですね。登ったところに足湯があるので向かいます。きれいに整備された足湯ですね。座れそうなところを探して早速温まります。高湯温泉の泉質は硫黄泉。きれいな乳白色のお湯です。
ちょうど良い暖かさで、足だけでも十分気持ちよいです。しばらく温まってから再度付近を散策。そこかしこに温泉が流れています。隣に温泉神社がありました。温泉をいただいたお礼にお参りをしましょう。そのまま車に戻りつつゆっくり景色を堪能。色づいてきた秋の景色や、こじんまりとした温泉街独特の雰囲気を楽しみます。足湯と景色を楽しんだら続いての場所へ向かいます。さらに急になった山道を駆け上がっていくと、木々の色づきもどんどん鮮やかになっていきます。まだ緑も残っている木があるかと思えば、しっかり赤や黄色に色づいてるところもあり、本当に色とりどりで綺麗な景色です。景色が良いとドライブも楽しいです。30分ほど走ると目的地へ到着。続いてきたのは、浄土平へ向かう途中にある不動沢橋です。燕谷に架かるこの橋と紅葉の姿が素敵な景色らしいのでやってきましたが、霧か雲かわかりませんが辺り一面覆われてしまい、この日は残念ながら遠くが全く見えません。かろうじて橋は見えましたが、絶景とは程遠い景色でした。しばらく待機してみましたが視界はひどくなる一方、この日は諦めて本日最後の目的地に向かうことにします。次に向かう浄土平はさらに上に登った場所。先ほどの車と同様に雲の中に入っていくので、注意しながら進みたいと思います。近づいてみても真っ白です。フォグランプもつけつつゆっくり進んでいきます。橋を越えると先ほどよりはだいぶ視界は良い感じ、ところどころで白く霞んでいる程度の状況だった。思ったよりは安全に進むことができました。この辺りまで来ると標高も1400メートルほど、紅葉もだいぶ進んでおり、
色も鮮やか、赤い葉がだいぶ目立ってきました。さらに進むと岩肌も目立つようになり、火山の色合いが濃くなってきます。ガスの注意喚起看板も出始めています。火山地帯によくある、窓を閉めて看板もありました。浄土平付近まで来ると、一面荒涼とした景色、先ほどまで目の前にあった雲も眼下に広がっています。浄土平とは、東連峰東部に広がる火山高原と原生の針葉樹林の高地で、高山植物や湿原が点在し、亜高山の自然を楽しめる場所とのことです。まずは、ビジターセンターへ向かいます。閉館時間間際なので、スピーディーに見学します。入ってすぐに浄土平付近のジオラマがありました。トレッキングや登山のコースがいろいろあるんですね。ジオラマには各コースが色分けして分かりやすく表示されていました。こちらの展示は、東湖富士頂上からの風景ですね。登るだけであれば15分ほどで着くらしいですが、なかなか素晴らしい風景が広がっています。先に進むと各コースにまつわる説明や展示があり、こちらは、東湖富士コースの展示です。こちらは、浄土平湿原桶沼コースですね。この剥製の動物たちにも遭遇するんでしょうか。どのくらいの確率で遭遇するのか気になりますね。遭遇するのがこんな可愛い動物なら良いですが、熊だけは勘弁してほしいですね。五色沼は、一切氷山コースで見られるんですね。魅力的な景色と言われる、魔女の瞳。登山を頑張った人だけが見られる、特別な景色ですね。閉館直前に入ったのでここで時間切れです。もう少しゆっくり説明とかを見たかったのですが、残念です。出口付近には、お土産コーナーも少しありました。景観の良い観光地らしい絵はがきをはじめ、トレッキング用品で忘れがちなものなどが並んでいました。熊鈴もしっかりと種類豊富に売られていました。ビジターセンターを出たら辺りを散策します。駐車場からでも素敵な景色を見られそうなので楽しみです。目の前の辺り一帯が浄土平湿原ですね。しっかりした木道が続いていて、のんびり歩くのに良さそうです。ビジターセンター奥には、黙々と立ち上がる煙が目に入ります。間近に見られるので迫力満点です。
周辺にある木々はすっかり紅葉し、景色を鮮やかに彩っていました。レストハウスはすでに閉まっていますが、キッチンカーはまだやっていたので、温かいものを買ってみます。そうこうしているうちに日も暮れてあっという間に夜が迫ります。本日の録画データをメモリーに移しつつ、夕食の準備を始めていきました。本日のメインは手類で買ってきた円盤餃子です。フライパンで温めていただきます。キッチンカーで買ったもつ煮もレンジで温め直します。準備が一通りできたら、1巡目は焼き時間を失敗してちょい焦げになってしまいました。もつ煮も美味しそうです。いただきます。キャベツたっぷりだからあっさりとした味わいです。皮も薄めで、焼きたてはパリッとした感じだったと想像できます。これは、ペロッと大量に食べられてしまうタイプの餃子ですね。もつ煮はどうでしょうか。そして、しっかり煮込まれたもつが柔らかくて味もしみじみです。餃子があっさりしているので組み合わせも最高ですね。餃子は一口サイズなのも相まってパクパクと食べ進んでしまいます。餃子ともつ煮という最高のおつまみがあるので、ビールも3倍うまいです。お手軽車中飯最高ですね。あっという間に1巡目を食べ終え、すぐさま2巡目の焼きに入ります。今回は焦げないように細心の注意を払って両面を焼いてみます。第2ラウンドも美味しくいただいていきます。今回は焼け具合もまあまあ、先ほどよりさらに美味しく味わえました。その後も福島グルメの円盤餃子と、標高1600メートルの地点で売っていた貴重な熱々のもつ煮で、ひっそり静まり返る高知の夜を満喫。最後の2つもあっさりと食べ尽くして、福島初日の夜は更けていきました。